もし革命というものがなかったら、今でも私たちは封建社会の中で苦しい思いをしているかもしれません。17世紀から18世紀にかけて、世界中で様々な革命があり、民衆が立ち上がり、民主主義という世の中が確立していきました。中世というリクエストをいただきましたので、この近世の革命時代につながる中世の暮らしがどのようなものか、暗黒時代とも言われる中世ヨーロッパを紐解いていきたいと思います。1100年余りも続いた西ローマ帝国が崩壊し、様々な民族が争って領土を奪い合い、国が起こったり、没落したりする一方、うまく立ち回って資材を蓄えた人々に擁護され、ルネッサンスと呼ばれる芸術や科学が発展していきます。この古代ローマの滅亡からルネッサンス期までの1000年を一般的に中世と言います。未来の私たちから見たら、1000年はとてつもなく長いものですが、その実、国の興亡の影響はあるものの、一般庶民の暮らしの変化は緩やかなものでした。古代ローマ時代の名残から、農村では農奴と呼ばれる、土地を持たない農民が、領主や聖職者、地主といった支配者の下で暮らしていました。こういった土地を一般的に荘園と言い、領土争いの中にあっても、農奴はこの荘園に付属する存在として考えられていたため、すでに割り当てられた土地から離れることは許されませんでした。領主が荘園を売却したり、他の勢力によって奪われれば、農奴の領主も変わることになります。中世紀の領主の駆け引きに必要なものは増え、農奴の労働負荷は増していきます。当時の農民の寿命は平均25から30歳程度だったと言われています。過酷な労働、貧しい食生活、医療や公衆衛生が未発達だったこと、乱世であったことに加えて、乳幼児の死亡率が大きく関わっています。乳幼児の死亡率を除いて見ていくと、平均寿命は40代後半まで伸びています。避妊の手段がなかったので、現代と比較して驚くほど多産な世界であるにもかかわらず、出産には常に危険がつきまといました。戦死する男性より、お産で亡くなる女性の方が圧倒的に多かったと言われています。そして、生まれてくる子供が生き延びる確率もまた、低かったのです。女性1人当たり平均して、4人から8人の赤ちゃんを産んでいますが、その半分が7歳まで生きられませんでした。貴族や王室の家族は、農民の家族よりも平均して子供の数が少なく、称号継承者、相続人になる正当な男子の生存は、その家系において死活問題でした。このため、幼児である間に婚姻を取り決めることは、ある意味重要です。当時は、女子は12歳、男子は14歳で成人とみなされ、結婚適齢期もほぼこの年齢でした。これは教会が結婚という儀式を認めてからのことで、9世紀以前、初期の教会はその基本思想から、結婚そのものを認めてはいませんでした。結婚を罪の状態を生み出す制度とし、独身を奨励し、人口増加の必要性はないとしていました。布教活動以前のキリスト教では、体系化されていたわけではありませんが、一般信者に対しても、教えに忠実であることを望んでいました。広範囲の布教により、増え続ける信者の結婚習慣への対応に苦慮し、認めざるを得なかったようです。6世紀から9世紀にかけて、結婚の概念が議論され、一夫一夫制、離婚の禁止、近親相関の禁止、その他の細かな禁欲規定のもと、教会が結婚を非跡として認めるようになっていきます。しかし、教会は一貫して、社会的結びつきに基づく家族の義務として、結婚という制度を認めていますので、当時の結婚の誓いは、彼女は奴隷を監督できますか？彼女はブドウ栽培を理解していますか？彼女は羊毛と亜麻の両方を紡ぐことができますか？といった経済的な契約としての儀式でした。そして、当人の意思には関係なく、父親、主、有力者、そして教会が決める、家族間、氏族間の婚姻であり、16世紀に入るまで、当人の意思はほとんど認められませんでした。結果として、不倫、非嫡出子問題の要因となる、婚外恋愛の引き金になっていきます。これを防ぐため、売春制度が暗黙のうちに認められ、差別的な女性への扱いにつながります。不倫は、女性にとっては、夫と家族に不名誉をもたらしたとして、厳しく罰せられますが、男性には罰金程度の罪でした。
教会によって細かく定められた性行為の勅令と処罰についても隅々まで浸透していたわけではなく、特に農村などではほとんどの人が規律も理解しておらず、司祭からの指摘によって初めて知らされ、恐縮するといった具合でした。このようにキリスト教の影響力は私たちの想像以上のものでした。生と死というものが現代の私たちとは全く違った感覚で隣り合わせにある時代です。前期の騒乱から中期の支配勢力の抑圧、後期に入ると飢饉や災悪、ペストの蔓延などに対して古代から受け継がれてきた迷信や経験則が由来できた時代で、キリスト教が価値観や道徳の基礎となっていきました。それまでは農業を中心に労働の日々を送る農民にとって時間は漠然としたもので、日の出と日没、月のリズムを中心とした生活でした。10世紀頃までにはほとんどの地域に礼拝堂や修道院が立ち、時間によって日課が決まっていた教会や修道院の1日に7回の務めごとに鳴らされる礼拝堂の鐘で時間を知るようになります。規模は様々ですが、地域の集会場や契約の場などにも使われるようになります。修道院は非常時の食料貯蔵庫、避難場所として防御施設も備えていました。また、クリスマス、復活祭、聖ヨハネ祭など、季節の区分もキリスト教の祝祭によって意識されてきました。一般の農民は、ごく簡素な二間ほどの戸建てに住んでいました。家畜と同じ屋根の下に住み、家族の中心となる部屋には、照明と暖房を兼ねた炉が切られていました。藁葺きか、茅葺きの屋根に穴を開け、煙が出るようになってはいたものの、家の中はすすだらけでした。王侯貴族のお城は別として、私たちのイメージする暖炉のある部屋は、12世紀以降、農土の中でも裕福な層から徐々に広まっていきます。寝室として別の部屋があるのも王侯貴族の話で、一般的には今や広間に大きなベッドが置かれ、家族全員が一緒に寝ます。農村では、藁の山がそのままベッドになり、ウサギやキツネの皮などで裏打ちされた羊毛を掛け布団にしていました。一般庶民や都市部では、木組みのベッドの上に藁を敷き、リネンのシーツを使うこともあったようです。領主になると、埃を避けるための天蓋が取り付けられたりもしています。就寝用の服は特になく、寝る時もそのままか、下着姿か全裸になって寝ます。部屋を暖かく保つため、一晩中、炉の火は絶えることがなく、部屋の中は常にぼんやりと光がありました。バージニア大学のロジャー・イーカーチ氏によると、当時の睡眠スタイルは、日没に一度寝て、23時から1時頃一旦起きて、1、2時間ほどでまた寝る、といった形だったそうです。これは、途中に覚醒を挟みながら2回に分けて睡眠をとる二層睡眠というもので、部屋に電気照明が登場することで消滅し、人間の体内時計も大きく変化したと言われています。このことは、ハーバード大学でも実験が行われ、人間は本来二層睡眠が当たり前であり、一度寝たら朝まで起きない単層睡眠は、比較的新しいものだとする研究者もいるそうです。この時間のことを、睡眠と覚醒の間という意味のフランス語、ドベーユと言います。用を足したり、暖を取ったり、祈りを捧げたり、伴侶と愛し合ったり、目覚める前に見た夢を振り返って、神や悪魔のことに思いを巡らせたりしたそうです。不衛生と言われていますが、古代ローマ時代からの入浴の習慣は続いていて、中世中期までは一般庶民の間でも公衆浴場が盛んに利用されていました。入浴は早朝に行い、疲れを癒すというより、身支度を整えるためでした。農村の小さなものから市街地の大きなものまで、浴場はどんな町にも村にも存在していました。パン屋と兼用のものも多く、パン焼き窯を利用した蒸し風呂があり、飲食、飲酒、赤すりや散髪などもすることができました。体を清潔に保ち、身だしなみを整えるという点では、近世よりはるかに気を使っていました。しかし、衣服については洗うことがほとんどなかったため、飲みやしらみに悩まされていました。衣服の素材や水の利便性、そして洗剤もろくになかったため、洗濯という作業自体大変な大仕事で、専門職があったほどです。ここでもキリスト教の影響を受け、しらみに悩まされることに耐えることが良いことだと思われていました。
上下水道が完備されていた古代ローマで利用していた水洗トイレはごく一部の修道院に残されています。しかし、このように大規模な設備を要するものは、早い時期に廃れてしまいました。農村では、家畜小屋で済ませて肥料とするか、野外で済ませます。尿はバケツに溜めて、羊毛の縮重や洗濯のために使われていました。市街地ではチャンバーポットと呼ばれる、今でいうおまるを使い、汚物は窓から捨てるようになります。このように、入浴やトイレ事情など、古代ローマの習慣を引き継いでいたものが、1000年の間に廃れ、時代を逆行したような状態になったことも、一部の有識者から、昔は良かった。この時代は暗黒時代だ、と言われるゆえんの一つでもあります。13世紀頃からヨーロッパは商標期に入り、農作物の不作が続き、各地で飢饉が発生します。十字軍の遠征によりもたらされた天然痘やハンセン病などの感染者が急増し、14世紀に入ると追い打ちをかけるようにペストが流行します。今なら不潔さが感染には一番良くないと誰でも知っています。しかし、当時の人々が徹底的に避け始めたのは水に触れることでした。1348年、パリ大学の医学研究グループの一つが、原因は大気中の有害物質にあり、それが鼻や口や、そして皮膚の毛穴から体内に侵入すると、ペストの原因を発表しました。これにより、毛穴から有害物質を取り込まないように、浴場が閉鎖され、近世ヨーロッパまでに、人々はほとんど体を洗わなくなってしまいます。化粧は、肌をより美しく見せるためではなく、顔の汚れを隠すため、そして毛穴を塞ぐためで、裕福な層では女性だけでなく男性も行うようになります。香水は、香りを楽しむためではなく、体臭を消すために使われるようになります。間違った認識が与えた影響は、大きなものだったと言えると思います。情報伝達の手段が未熟だった当時では、口伝え、噂などでゆっくりと広まり、感染の予防どころか、拡大につながったりすることもありました。それまで増加していた人口が飢饉とペストによって25から 30% 減少したと言われています。皮肉なことに、この人口減少は生き延びた労働者に有利に働きます。濃度制は崩れ、労働者は賃金制となり、人件費は急騰し生活水準が上がっていきます。そして、多くの人々が死にゆく中、ほとんどこれを救うことができなかった教会は、その権威を喪失していきます。それどころか、王侯貴族のように権威を振りかざす教会への不信感も高まっていきます。様々な出来事によって価値観が変化し、社会全体の構造が変わって、近世へ引き継がれていきます。いかがでしたか？1000年はやはり長い時間ですね。古代ローマから引き継がれてきたものが、戦乱によって崩れ、キリスト教の布教によって、生活や考え方が変わり、良くも悪くも、飢饉や感染症によって、それらも覆されていきます。未来の私たちから見たら、噂や信仰心から惑わされているように見えることもありますが、渦中にあっては、それが全てです。それでも、何世代もにわたって多くを学び、次の時代へとつながっていきます。どんな存在であっても、その時代を支えてきた人々がいたから、今の世界があると思っています。これからも、いただいたリクエストにお答えしながら、そんな時代背景や、人々を紹介していきたいと思います。チャンネル登録とコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。